こんにちは、マントです。このチャンネルではキャンプや旅について主に取り上げています。万博期間中は万博の情報についてもたくさん取り上げたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、グッドボタンなどよろしくお願いします。ここはですね、JR の桜島駅です。万博期間中はですね、万博専用の出入り口が設けられていて、ここから会場に向けてですね、連絡バスに乗ることができます。地下鉄のですね、中央線でも行くことができるんですけれども、なんでそっちから行かないかっていうことなんですが、実はですね、ニュースでご覧になったかと思いますけれども、初日がですね、大混雑で東ゲートもう何時間も入れないっていうことがあったらしいんで、このですね、連絡バスに乗ると実は西ゲートから入れるようになるんで、多少はですね、混雑避けられるかなということでこちらになりました。結構ね、これ歩くんですよね。2、3分程度はバス乗り場まで歩くのかな。駅出てですね、ぐるーっと回って、この横断歩道を渡ってバス乗り場っていうね、ちょっとですね、立地的には不便な場所にあるっていう感じですね。で、ここがですね、バスのチケットを買うところなんですけれども、現金もしくは IC カード、もしくはですね、関西マースというアプリを使ってもですね、乗れるようになっていて、関西マースの場合は事前にバスの時間をですね、予約することができるという風になっています。ただですね、全然混んでなかったんで、逆にこのアプリ開く時間とかがもうかかって、関西マースを利用するメリットがこの日は全然なかったですね。で、この来ているバスは全部 EV バス、電気バスが来てます。バスの中は普通に路線バスと一緒の感じでしたね。特に万博仕様っていう感じのものではなかったです。で、大体ですね、ここから20分ぐらいで万博の西ゲートまで行くということになっています。で、地下鉄で行った方が直接東ゲートに行けるので、早いは早いんですけど、その混み具合によってはですね、改札の時間は西ゲートの方が短くなるんで、ですので、時間はどっちがどっちというもう言えないような状態かとは思います。今見えているのがやっぱり東ゲートですね。結構やっぱりね、人いますよね。で、万博会場に近づいてきました。この大屋根ですよね。ちょっとだんだんこういうのが見えてくると、万博近づいてきたっていうね、テンションが高くなってきます。で、これね、バス、ワンマンじゃないんですよね。車掌さんついてるんですよね。はい、ここがですね、西ゲートになります。東に比べればですね、やっぱりですね、この日は少なかったですね。で、今ここがですね、西ゲートの入り口になるんですけど、前にですね、すぐ前に西ゲート見えてるんですけど、まっすぐは当然行けないようになってまして、これ混んでる時はぐるーってディズニーランドみたいに並ぶわけなんですけど、ここからが長いんですよね。僕この日全然混んでないんですけど、こうやって見ていただいたら分かるようにですね、延々これぐる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 回って回って回って、だいたいですね7分かかりました。全く混んでない状態で7分です。西ゲートの方早いね。で、この日はですね、保安検査の待ち時間0分ですぐに通りました。保安検査って言ってもですね、よく空港でやるですね、X 線みたいなやつを通すやつですね。あれに荷物を通してビーってならなければ OK ですよっていうやつでした。とりあえずですね、腹ごしらえじゃないですけど、軽食をですね、買うために、前にあるセブンイレブンに寄りました。これ思ったよりでかくてですね、なぜかガンダムのプラモデルとかも売ってます。
でなんかですね、普通のセブンとはちょっと違う感じのお店になってましたね。でカップ麺とかもあるんですよね。すごいでしょこれ。もうパンパンに商品入ってます。多分前日がすごかったからでしょうね。ちなみに値段はほとんど変わらないです。普通のセブンとですね、飲み物も食べ物も変わらなかったです。アイスとかピザも売ってるんですよね。ちょっと普通のセブンとやっぱ違いますよね。このコーヒーメーカーすごいでしょこれ。大体ですね、このゲートの入り口のあたりにお土産屋さんがバーッとこう商店街のように並んでるというね、ディズニーランドのいわゆるワールドバザールみたいな感じで、もうここでねずっと足止め食らってしばらく1時間ぐらいですねいられそうな感じでしたね。結構それで入ったばっかりでもお店でお買い物してる人とかも結構いましたね。でこのですねバザール内はまだですねそんなに食べ物もですね高くないんですよね。やっぱりですね大屋根のリングの中に入ると値段が 2,3 倍跳ね上がるっていう感じでしたね。普通にですね、カレーとかも1000円ぐらいで食べられるんでめちゃくちゃ高いわけじゃないんですよね。個人的に興味惹かれたのがこの JR 西のブースで、これミャクミャクさんとですねイコちゃんがコラボした商品結構いっぱいあるんですよね。チョロ Q とか、あとはイコカモノハシのイコちゃんですね。イコちゃんとこのミャクミャクさんがコラボしてる商品がいっぱいあってちょっと面白かったですね。で店員さんのですね掛け声っていうかいらっしゃいませがですね、いらっしゃいませじゃなくてご乗車ありがとうございますっていう風に言うのがちょっと面白かったですね。今回パビリオンの予約は何もしてない状態なんで、入場からですね10分すると当日の予約をするというのができるようになるんでちょっと試してみたいと思います。このようにですね、検索すると当日予約ができるパビリオンの一覧が出てくるんですけど、まずですねあいうえお順で出てくるんで必ずアラブ首長国連邦が一番に出てくるんですよね。で人気のパビリオンとか、あと今の時間帯から最短で予約できるパビリオンとか、そういう相当の仕方ができないんで、ちょっとですねこの予約サイト自体がすんごい使いづらいんですよね。人気の日本館がですね空いてたんで予約を試そうとしたんですけども、三角印がついててあと少しはですね空きがあるはずなんですけど、予約するっていうボタンを押すと予約できません、失敗しましたっていう表示が出てできないんですよね。この日はですねこの朝一の時間が空きがある以外は夕方までずっと予約待ってて、夕方からですね雨の予報だったんです。もう帰ろうと思ってたんですね。ちょっとこの日はですね日本館見ることができませんでした。でちょうどですね、近くに予約せずに入れるパソナのですねパビリオンがあったんで、ここの中をまず見てみたいと思います。でこのパビリオンはブラックジャックとアトムがですねナビゲーターになってこう技術を案内するっていうようなそういったパビリオンになってます。でもちろんですね中のネタバレはですねしないように僕の感想と概要だけ、簡単に説明させていただきます。入り口入ってこのすぐのところにあるこの生命進化の木というのは知ってる人はもうあれじゃんというふうに思うと思うんですけど、これ完全にオマージュですよね。70年の万博のオマージュをしているんだと思います。でこっちがですね万博公園の太陽の塔の中にある生命進化の木ですね。ほらそっくりでしょ。あとはですね、見どころ、一番の見どころはこの iPS 心臓ですね。本当にピクピク動いててびっくりですよね。
それからなんかリラックスできるベッド、これ予約したら寝れるみたいです。あとこのロボットですね。他にもですねいっぱい見どころあるんですけども、はい、このパビリオンのまとめですけども、アトムとですねブラックジャックがネイチャーバースという世界のですね案内をするというコンセプトになっていて、テクノロジーと人間あるいは自然とのですね共生を訴えるのがテーマなのかなっていうふうに思いました。見どころやっぱりですねピクピク動く iPS 心臓ですね、あれはちょっとびっくりですよね。で、メタバース的なですね、未来世界とか未来の技術とか、そういったものも紹介されてました。よくありそうなテーマなのかなということで、驚きはそこまでもなかったですね。20年前ならね、すごいと思ったかもしれないんですが、やっぱり2025年の現代ともなると、そこまでですね、ロボットも驚くものではないので、割とですね、観客の人も驚きというよりは冷めてる感じかもしれませんね。でこのわんぱく会場、ところどころにですねこういった日陰を作るですね東屋みたいなもの設けられてます。夏の対策なんでしょうね。でパスナカ気づいたら60分待ちになってました。で次はですねガンダム見ようと思ったんですけど、ガンダムはですね完全に予約制なんですよね。これミャクミャクさんと写真が撮れる場所です。めちゃめちゃ大人気でした。予約してない人はですね当日予約をして入ってくださいっていう風に書いているんですけども、サイト上でもですね完全にもう全部予約埋まっててですね全く入る隙はなかったです。いやーでもこれすごいっすよね。近くで見ると迫力あります。このリングの外にですねこういったステージがあってですねいろんなイベントやってるんですけど、時間がね全然わからないんですよね。サイト見てもよくわからないんで、これなんとかしてほしいですよね。これがですねリングの大屋根の真下になります。やっぱりね清水寺の舞台の下みたいな感じのね作りになってますよね。直接ですね行ってみるとやっぱりね結構迫力あります。で夏になったらやっぱりねここ日陰になるんで人がやっぱ集まるんでしょうね。ちょっとですね、階段があったらですね上がってみたいと思います。この大屋根の上からパビリオンの数々をですね見下ろすとやっぱり万博来たって感じがしますよね。ここでやっぱりちょっとテンションが上がりますよね。この下にあるのがウズベキスタンのパビリオンですね。後でまた紹介します。本当は多分これがお花畑みたいになるんでしょうね。まだ全然生えてないですけど、夏の暑さが大丈夫かなと思いますね。ここね結構歩いてると照り返しが強いんですよ。で4月なんでね全然まだ暑いっていうほどではないんですけど、これがね8月とかになるともう照り返しすごいと思いますから、多分ね、真夏にここを歩くのはなかなかきついんじゃないかなと思いますね。時刻はですね12時ぐらいになっているんですけれども、西ゲート見る限りもう並んでる人いないですよね。今日はすごい空いてるみたいですね。アラブ首長国連邦のパビリオンが取れたので行ってみたいと思います。
向こうに見えるですねコモンズと書かれた建物の中に、大きな建物ではなくブースで、出店しているですね、国々のパビリオンがたくさん見ることができます。これが話題になってた団体の休憩所みたいですね。全然でも悪くないですよね。こんなもんでしょう。なんだかですね賑やかな音が聞こえてきましたけども、これがですねアラブ首長国連邦のパビリオンですね。定期的にこういったイベントやるんですかね。これがアラブ首長国連邦の伝統舞踊アルアヤーラというものらしいです。なんだかんだですねものを見せられるよりもやっぱりこういった音楽とかですね踊りとか見るのが一番現地がですね感じられていいですよね。中に入ってみるとだだっ広い広場のような場所に柱がいくつも立っているんですね。この柱がナツメヤシという木の葉っぱの茎を使って作った柱みたいですごく印象的ですよね。で下がですねオアシスを表しているみたいです。で、日本とですねアラブ首長国連邦の宇宙開発の協力の展示とかもありました。こんな関係とかあるんですね。はい、アラブ首長国連邦のパビリオンの感想です。やっぱりですねアルアヤーラ、あれが最初に見れたのは良かったですね。すごく現地感じられました。次に中の柱ですね。柱が何とも砂漠の国っていうのを感じられて、異国情緒があってよかったです。ただ中のですねこの説明がいちいち機械を触ってみないといけないっていうので、なんかコンセプトが分かりづらいんですよね。で事前の勉強しないとなんだかよくわからない間に終わってしまうっていうところがちょっと残念でしたね。あとですね、飲食ブースも実は中にあったらしいんですけど、道なりに進んだら外に出ちゃったんで、一体どこにあったんだろうっていうのがちょっとね、不思議ですね。次はですね、すぐ隣にあるカタールのですね、パビリオンに入ってみたいと思います。こちらは予約なしでそのまま入れるみたいなんで、すぐに入れました。隣の UAE にですね負けじとですねこちらも同じように伝統舞踊をですね披露されてました。こちらですね、このようにですね、写真とかですねジオラマを使って、各地域のですね、資源ですとか観光地ですとかそういったものを紹介するっていうコンセプトでしたね。このジオラマと写真以外は特になかったですね。カタールのパビリオンの感想です。中がですね写真とジオラマだけで現地を伝えるっていう方式なんで、ちょっとねいまいち分かりづらいというか現地を感じにくかったですね。でまた情報が資源とかですね地域の特徴とか書いてあるんですが、それほど興味惹かれる内容でもなかったんで、ちょっといまいちな印象でしたね。でここはですねミャクミャクハウス、ミャクミャクさんがこの中にいてですねグリーティング会うことができて写真も撮ることができるっていう場所らしいんですけど、ちょっとねぼっちの私にはきついんでここはパスさせていただきます。意外にですねこの会場って椅子がたくさん置いてあってですね、各場所でですねこうやってくつろぐところがあるんですよね。だからですね
前回の万博に比べたらかなり休めるとこ多くなってるんじゃないかなと思いますね。一息入れるためのこういったおやつもたくさん売ってて、で値段もそんなにびっくりするほど高いってわけではないんですよね。ユニバよりはちょっと安いぐらいかな。でこっちにあるのがミルクまんじゅう月化粧、大阪の人には有名なお菓子メーカーのブースです。ここが空飛ぶ車ステーションといって、空飛ぶ車のですね、疑似体験ができるっていうところらしいですね。万博会場のですね真ん中には静けさの森というちょっとした小山があるんですよね。これ万博終わったら壊しちゃうのもったいないですよね。こんだけせっかく木植えたのにね。次はタイパビリオンの予約が取れたんで、そこに行ってみたいと思います。このパビリオン全部ですね説明英語なんですよね。なんかタイのご飯の話とか地域の話とかそういったことは簡単とか分かったんですけど、あとはちょっとよく分かんなかったですね。中に入ったらとりあえずですね映像を見ながらみんなでお遊戯、音楽を聴きながら歌うっていう時間があって、でここに通されます。すごいね、この中がもうタイのご飯の匂いがめちゃめちゃしてるんですよね。タイ行ったことがある人だったらうわ現地の匂いだってわかると思います。で出口出たところにですね実はそのトムヤンクンとかですねソムタムとか簡単な料理をですね注文できるところがあって、それをですね外に出て食べられるっていう仕組みらしいです。ほらここでですね料理してるところが見れます。タイパビリオンの感想です。まず中に入って案内されるのが席に座ってプロジェクションマッピングを見てくださいというやつなんですけど、これがまた CG 映像でよくあるやつなんであんまりですね正直興味惹かれなかったですね。でその外に出るともうその部屋中ですねタイ料理の匂いが漂っていて、中の説明はそんなに面白いものではなかったんですけど、とりあえずタイご飯が食べたくなります。ただ出口を出るともう注文できなくって、その注文方法がすごく分かりづらいんでですね、これがちょっと残念ですよね。一回出たらもうですね入らせてくれないんですよね。もう一回入り直さないと。時刻は20を回りました。もうですねこの日は全然ゲートもですねこの時間帯混み合ってなかったですね。で先ほどですね空飛ぶ車ステーションで午後2時から空飛ぶ車のデモンストレーションをやりますという話を聞いたんで、そこまで、行ってるんですけど、もうちょっと時間が過ぎてるんですよね。場所は西ゲートからさらにですね西の方に行ったモビリティエクスペリエンスという場所らしいんですけど、ここに行くのが時間がかかるんですよね。急いで今行ってるんですけど結構ですねやっぱり時間が経っちゃいました。で2時10分にですね着いて、なんかこうやって今ですね空飛ぶ車を動かしてるんで今から飛ぶのかなと思ったんですけど、実はもうこれ終わって、展示場所に戻している状態なんですよね。たったですね10分ぐらいでもデモンストレーション終わっちゃうみたいですね。聞いたところによると今のところですね毎日午前11時と午後2時の2回デモンストレーションを行っているみたいです。ここがフューチャーライフビレッジというブースで、未来のですね生活を提案するっていう場所らしいんですけど、この石造りのですね建物が本当にですね打ち水効果で涼しいんですよね。びっくりしました。この中にですね JAXA のブースがあって JAXA のですね作った人類月に行くみたいなビデオを見れるんですけど、
これ結構良かったですね。で最後にですねこのブースに入って、映像を見るとですねステッカーがもらえるんですけど、これいいですよね。西ゲートのですねすぐ西隣に大きなフードコートがあってですね、ここにですねだいたい定食とかおうどんとか、ピザとかですね、よくあるようなフードコートであるような食べ物が食べられるようになってます。値段もですね1000円から1800円ぐらいってちょっと高めですけど、びっくりするほど高いっていうわけでもない値段であるんで、なんかお腹空いたらこういうとこでご飯食べるのもいいかもしれないですよね。自販機もところどころ設置されてはいるんですけど、やっぱりですね、現金は使えないようになってます。値段は2、30円高いぐらいですかね。同じくですね西ゲートのところにキッチンカーもあってですね、ビーガン用のメニューも売ってましたね。そういえばビーガン用のメニューってあんまりこの万博会場ってないんですよね。次はウズベキスタンのパビリオンに行こうと思います。ここは予約なしで入れるみたいです。最初に大屋根の上から見たこの特徴的な柱がある建物ですね。このちょこちょこ回ってるのがですねセコムのですね、警備カーみたいなんですけど、子供が面白がって前に立ちふさがってそれを避けるためにあっち行ったりこっち行ったりするっていうね、なんかちょっとかわいそうな感じでした。ここはですね知識の庭と言われている場所で、ここに座ってですねリラックスをしてくださいというふうに言われます。でこの柱はですね日本中から集めた杉の柱らしくって、万博が終わるとこの柱はですね全てウズベキスタンに持って行って、何か建物に使われるっていう話でした。でこの柱のですねいくつかにタグがついていて、そのタグをですね携帯で読み込むといろいろな情報が見れるっていう仕組みになってます。ですから知識の庭っていう多分言うんでしょうね。ウズベキスタンパビリオンの感想です。やはり見どころはですね柱がいっぱい立っている知識の庭ではないかと思います。ブースの中入ったばっかりのところはですね暗すぎてちょっと説明読むのが疲れるのと、あと説明自体もですねよくある持続可能な社会をというようなそういった内容だったんで、あんまり自分的には興味がなかったかなというところですね。柱についていたタグですけども、係の人がやるとですね読み込めたんですけど、僕の携帯ではうまく読み込めなかったです。機種によっても違うのかな。ここはインドのパビリオンなんですけど、まだ未完成なんですよね。名前はバーラトという風になってます。右側にですね手のオブジェがあるんですけど、どっかで見たことあったなと思ったらバラなしで見たやつですね。これ今日最後に訪問するパビリオンはブルーオーシャンドームです。ドームに入ってすぐのところにこのピタゴラスイッチみたいな機械があって、水がですね流れてるんですよね。多分これの意図するところは水の循環っていうことじゃないでしょうか。何やら綺麗な音が流れてるなと思ったら、これガラスで作った塩落としなんですよね。ある程度水が溜まるとこの金属にガラスが当たって綺麗な音が出るっていう仕組みですね。次のドームに案内されると、この球体のオブジェにプロジェクションマッピングで地球が投影されて、
そこからですね、水の物語が始まるっていうものでした。でマイクロプラスチックによる海洋汚染っていうのをテーマにしてて、それに対する問題提起みたいな映像が流れました。ただちょっとですね、集合恐怖症の人にはあんまりお勧めできないような映像が結構流れるんで、そういうの苦手な人は見ない方がいいかもしれないですね。ブルーオーシャンドームの感想です。最初の獅子おどしの仕掛けは単純にですね、水が流れて綺麗な仕掛けなんで面白かったんですけど、本編の映像に関してはやはり敷居高い系のものなので、あまりですね見ていて面白いものではなかったですね。内容もよくある話だったんで、それほど深いものではなかったです。でここでプラスチックのお土産売ってたら笑えるなと思ったんですけど、それはさすがになくて、本だけお土産で売ってました。帰りに大屋根の下にですね JR 西日本グループの移動販売車見つけたんですけど、ここに新幹線硬いアイス売ってます。もうだいぶやばい天気になってきたんで、そろそろ帰ろうかと思います。エジプトパビリオン、さすがに人気がありますよね。ここは一回予約して見てみたいですね。ここに寝てるのカピコンですね。これ X でも話題になってた水たまりなのかわざとやってるのかわからない池みたいなところです。あの球体みたいなのは何ですかね。もうどう見ても玉入れのカゴにしか見えないんですけど、何か入れるんですかね。これ落書きではなくわざとなんでしょうけど、このミャクミャクさんっぽい図柄でですね、エクスポ2025って書いてます。というわけで今回はここまでにさせていただきます。またですね、次回行った時の情報などをお伝えしたいと思いますので、ぜひチャンネル登録やグッドボタンお願いします。